No, not that. The guarantee was that would not be taking place. The House is suspended.通勤通学中の皆様、おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、ニュージーランドからの話題になります。今回ですね、以前もね、ありましたよ、これ。またこれが起きてしまったというんですね。ニュージーランドの議会で、マオリ島の議員がハカを披露しまして、これがね、大変物議を醸しているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。これですよ、皆さん。見てください。凄まじいインパクトですね。以前もね、これについてはお伝えしているんですが、今回もね、ニュージーランドのマオリ島の議員が、その議会でね、ハカを披露したということで、こちら大変物議を醸しております。これ以前ね、10ヶ月前に起きまして、このチャンネルでもね、動画にしまして、日本でもね、結構話題になりましたよね。で、これに関してはですね、日本での捉え方と海外では結構温度差あるんですね。若干日本ではね、美化されてるようなところもありますので、そのあたりも含めて本日見ていきましょうね。で、まずこちらの見出しですね。ハカによりニュージーランドの議会が HALT。議長が議会を中断し、マオリ島が調査対象に。ということで早速ですが、こちらですね。HALT とあります。こちらが本日のキーワードになります。HALT。出来事が起こるのを止めること。ということでね、こちらの HALT というのは止めるという意味になるんですね。で、止めるといえばね、もう皆さんご存知ですね。ストップというワードがありますが、こちらのね、HALT というのは、ストップのフォーマルバージョンだと思ってください。一般的にはね、ストップで大丈夫です。なんですが、例えばね、軍だとか、行政、あと公式の報道ですね。こういったので使われる単語なんですね。ということで、今回はこちらの HALT が選ばれているというわけです。ニュージーランド議会は10月9日、傍聴席の人々がマオリの伝統舞踏、ハカを始めたため、一時的に審議を中断した。これはマオリ島の審議員、オリーニ・カイパラの初演説の直後の出来事だった。9月に補欠選挙で当選し、空席を埋めたカイパラ議員が初めて議会で演説した直後に、この中断は発生した。事前に承認された祝賀の一環として、議員と傍聴者は彼女の就任を祝ってマオリの歌を歌った。しかし、ロイター通信によると、傍聴席の人々が事前に許可されていないハカをはじめ、さらに数名の議員もこれに加わったことで、議場の雰囲気は一変したという。ということで今回ね、こちらに見えております。この人ですね。マオリ島のオリーニ・カイパラ議員。この人がですね、初めて演説をしたんですが、この時にね、事前にワイアタというね、つまりはマオリ族の歌のようなんですが、これを歌うのは許可されていたと。なんだけど、それでは終わらなかったんですね。そもそもですね、この時は、この演説自体もですね、決められた時間に終わらずに、もうやめてくださいねというベルをね、何度も鳴らされているんですが、それを無視して喋り続けたんですね。もうどこのエミー賞だよって話ですが、なんとこの警告を無視しながら23分間喋り続け、挙句の果てにこのハカを披露したと。で、以前ですね、こちらの動画でお伝えしました。ここにね、見えております22歳のね、ハナ議員というのがいるんですが、これもね、マオリ島の議員です。ここではね、ワイタン議条約を改正しようという法案に反対する姿勢を示すために、ハカを披露しました。で、この時ね、確かね、24時間のサスペンド食らったんじゃないかなと思いますが、結局ね、こちらにあるんですが、ハナ議員は7日間の出席停止処分を受け、彼女の所属政党であるマオリ島の共同代表は21日間の出席停止を命じられた。ニュージーランド議会でこれまで議員に課された最長の停止期間は3日間だった。ということで、この時はですね、結局7日から21日間の出席停止処分を受けたということで、これまでの記録を大幅に更新したんですね。でね、この背景というのが非常に重要で、先ほどもね、ちらっとお話ししましたが、ワイタン議条約というのがあるんですね。それがね、こちら、アッシュさんという方のね、ノートに詳しくまとめられておりまして、ワイタン議条約について、歴史的背景、基本理念、そして現代の議論。ワイタン議条約は1840年2月6日にニュージーランド北東のワイタン議で締結されました。この条約はニュージーランドの先住民であるマオリと
イギリス王室の間で交わされたもので、植民地時代のニュージーランドにおける最も重要な合意の一つとされています。そしてここをね、今でも大きく引きずってるんですよね。条約は2言語で記されましたが、英語版とマオリ語版の内容には大きな違いがありました。英語版ではマオリが主権をイギリスに譲渡することが明記されていますが、マオリ語版では統治という言葉が使われ、主権そのものではなく限定的な統治権の異常を意味する表現となっています。この曖昧さは後に大きな問題を引き起こしました。ということでね、このワイタンギ条約というのは、基本的にね、マオリ族の権利を保護しましょう。こういったものですよ。なんだけど、それをね、保護するというだけにとどまらず、これに伴う政策には、このマオリ族に対しての優遇措置というのが盛り込まれているんですね。例えば医療だとか補助金、そういったものですね。で、現在のニュージーランドはね、保守系の連立政権となっているんですが、この中のアクト党が、このね、マオリ族を優遇する、公平ではなくって、平等にしましょうと言い出したわけですね。そしてそれに対しての抗議のパフォーマンスだったと。そしてこの時に大きなデモも起きました。こちら以前勉強しましたよね。平等と公平の違い。大変有名なイラストなんですが、こちら、左に見えているのが平等。全員がね、同じ資産を持っています。そして、右に見えているのが公平。この子がね、身長で不利を被っているので、一番背の高いこの人の資産を分け与えていると。これが公平。つまり、DI の理念ですよね。で、このね、DI というのはプクタがね、勝手に言ってるわけではなくって、こちら、ニュージーランド政府統計局の実際の資料になるんですが、こちらね、多様性、公平性、包括性と、DI レポートとありますね。で、ここね、見ていくと、ワイタンギ条約ということで、ここではね、ワイタンギ条約に対する責任を果たしますよ。マオリ職員に対しての DI プログラムを実施しますよ。このように言っているんですね。そしてこちらです。ニュージーランドがね、DI 先進国と呼ばれていると。でね、アクト党は、こちらのね、平等にしようよと言っているわけですが、やっぱりね、これまでのマオリ族に対する歴史を考えれば、こちらであるべきだと、このように考える人もいるというわけですね。じゃあね、これ実際に現地でどのように報じられているのか気になるでしょう。ここでね、非常に興味深い情報というのがあります。それがね、こちらになるんですが、10ヶ月前の動画ですね。これね、概要欄にリンク貼っておきますんで、もしご覧になってなかったら、ぜひね、ご覧になってください。この時ね、コメントね、たくさんいただいたんですが、こちらですね、ニュージーランドにね、10年在住しているという、土井さんという方がね、非常に興味深い情報というのをここに書いてくれています。もう様々なリンクとかもね、貼ってくれてますんで、ぜひご覧になってみてくださいね。ちょっとね、ざっと内容を見ていきますね。ニュージーランドに10年ほど住んでいるものです。ドクターさん、本件をわかりやすく紹介していただきありがとうございます。ANN での報道のされ方がひどすぎて呆れていたところなので助かりますと。アクト党の党首は常に全ニュージーランドの人の人権は平等であるべき。今後生まれてくる子供たちが親の人種によってデフォルトで与えられる権利が違うのは間違っているといった考え方が強い方です。現在ニュージーランドでは医療、教育、福祉などの観点からマオリ族の血が流れている人のみに適用する賞や福祉金などがいくつかあります。福田さんは触れませんでしたが、この法案に抵抗するためにニュージーランドで過去最大、ここね過去らしいとなるデモ行進が1週間以上続けられていました。しかし、ほぼ全ての大手メディアは、連日法案の内容や法案がもたらす具体的な今後の可能性についてはほぼ触れず、この法案がいかに国を分断させているものなのか、デモ行進の大きさ、参加しているマオリ族のストーリー、現政権批判のみに焦点を当てており、独立報道機関のザ・プラットフォームのデモ参加者インタビューなどを見ると、参加者自体、法案の何がいけないかなどを聞かれても、一つも例を挙げられていない様子でした。自分はこの法案は反対派ですが、ニュージーランドメディアの変更報道はどうにかしてくれと思っています。他にも、マオリ党首がアクト党を白人至上主義団体の KKK と呼んだり、これに関してはほとんど報道はされていません。デモ行進を斡旋しているのがマオリ党なので、彼らにとって都合の悪いことは流さないようになっているかのように思えてしまいます。ということで、この他にもね、いろいろ書いてくれておりまして、参照すべきソースというのもね、こちら貼ってくれております。ぜひね、これご覧になってください。動画のコメント欄にね、結構多分上の方にいらっしゃると思うので、実際ね、現地に住んでいらっしゃる、アクト党の法案には反対の立場を示しているこの方ですら、マオリ党寄りのね、あまりにもひどい現地メディアの変更報道にうんざりしていると。となると、ちょっとね、こういったマオリ党の行動を肯定的に伝える報道というのは、鵜呑みにできないなと思ってしまいますよね。そしてね、こちら、マオリ党ですね。マオリ党はマオリの権利を擁護するニュージーランドの左翼政党である。ということで、現政権はね、右派の連立政権となっておりますので、このね、ワイタンギ条約をめぐるバチバチというのは、構図だけ見れば、右派対左派の争いということになるわけですね。だからこれが分かればね、なんでメディアがマオリ党の不利になるような情報というのを伏せながら、
変更報道を続けるのかというのは、日本の皆さんだったらね、よく理解できるんじゃないかなと思います。で、これね、冒頭でも少し触れましたが、10ヶ月前のね、花さんの件が日本に入ってきた時は、これ結構肯定的に受け入れる方多くなかったですか？国会でパフォーマンスをして妨害をする左翼政党というと、日本でもね、主に保守の方は、これ嫌いそうなもんなんですが、墓を見てね、涙が出てくるとか、素晴らしい、日本も見習うべきだと、このようにね、言う方も結構多くって、これがすごく印象的でしたよね。それがいいか悪いかというのはここで置いときますが、いろんな議論あると思うんでね、日本での受け取られ方は特徴的でした。一方、海外ではこの件についてはですね、割と額面通りに受け取られておりまして、そして今回これがまた起きたでしょう。もうね、主に保守層の間では、このマウリ島の印象はもう地に落ちたなというような状況になってしまっています。それがね、非常にわかりやすいのがこちらですね。この方もね、保守系のインフルエンサーじゃないかなと思いますが、この件について伝えているんですね。するとね、こちらです。イーロン・マスクが出てくるんですね。こうね、メンタルと言ってますが、つまりは、精神的にあれなんじゃないのと言ってるわけですね。面白い事実。マオリ族がニュージーランドに住み始めてからの時間は、イングランド人がイングランドに住んでいる時間よりも短い。そしてね、ここにも出てくるんですよ。イーロンね。全然少ないよと。このようにね、イーロンもこの件に関しては、完全に嘲笑しているというような状況なんですね。じゃあ彼女がみんなに気持ちを示すことは許されるんですか？これもイーロンネタですよね。これめちゃくちゃイーロン叩かれたでしょ。ナチだと言ってね、この人だったら許されるんですかと。こちらもね、このように AI で嘲笑されていると。AI はこのタトゥー、ヒゲ認定してるんですね。なんか鼻の下にもヒゲ入ってますが。こちらもそうですね。AI で茶化されていると。文明的な先進国を運営しようとしているのに、議会の半分が自分の先祖がどうだったかという理由で、こんな振る舞いをするなんて想像してみろ。俺たちと彼らは違うんだ。こちらね、世界中の笑い物。この方、ニュージーランドの方ですね。私たちが再び世界の笑い物になっています。これじゃあニュージーランドへの投資が集まらないのも無理はありません。この方もそうですね。俺たちが世界中の笑い物になっていると。この方もそうですね。名前がまさにニュージーランドなんで。またしても私たちを笑い物にしてくれてありがとう、マオリと。ハカが彼らの文化の一部だというのは理解している。でも、言葉や文章や議論が求められている場面で、それを抗議の手段として使うのは愚かだと思う。これは私が今まで見てきたものの中で、最も哀れなものの一つです。ニュージーランドのマオリたちが議会で何度もハカをして議会を妨げるのを見ると、征服された側の人々を自分たちが築いた文明社会の運営に参加させるべきではなかったという強い論拠になってしまう。こういったもののおかげでハカはかっこいいものから痛々しく恥ずかしいものへと変わってしまった。初めてハカを見た時はかっこいいと思いました。でもその後、彼らが少しでも不安を感じると、いつでもそれを使って議事を妨げていることに気づきました。今ではハカは政治的なマオリ版の感触のようなものだと感じています。イギリス人の探検家たちがマオリ族のハカを初めて目にした時、マオリ島はマオリによるマオリのための政治がなぜうまくいかないのかをこれまで何度も証明してきた。彼らがしてきたことといえば、他の人々にマオリ疲れを起こさせただけだ。誰かが彼らに言わなきゃいけない。この途方もないレベルの痛さがニュージーランドの国家ブランドを壊している。マオリの文化的宝であるハカはやりすぎによって意味を失ってしまった。というような形でね、海外ではこのね、マオリで検索するだけでですね、今回の件をね、非常に嘲笑するポストがずらっと並んでいるというような状況になってますね。はい、ということで本日はですね、マオリ島の議員がまたしても議会でハカを披露し、これが呆れられてしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？せっかくね、こういった場で言論を交わせる権利を持っているのに、ルールを無視してハカを披露しているようだと、もう単純にね、話し合いができない人たちなのかなって思われちゃうんじゃないかなと思いますが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。